あなたは最後に自分以外の誰のことも考えず、一人の思考に没頭した時間はいつでしたか？朝起きてスマホをチェックし、誰かの投稿に一喜一憂する。移動中も LINE の返信に追われ、夜寝る直前まで誰かと繋がっている。現代の私たちは常に見えない糸に縛られて生きています。これでは自分に集中できずになかなか人生のステージを変えることはできません。今日は僕が最近確信したある残酷な真実についてとその解決方法をお話します。どうも、旅する起業家のルキです。今回はなぜ群れない人は異常なスピードで進化し、人生をより豊かにしていけるのかについてじっくりお話ししていきます。最後まで見ていただければ、あなたが抱えている停滞、集中力の欠如の正体がわかり、これから驚くほど身軽に自分の人生を加速させられるようになるかもしれません。それでは本編行きましょう。第1章、あなたの時間を奪うノイズの正体。まず僕たちが毎日当たり前に行っている連絡がいかに脳を破壊しているかというお話です。皆さんも経験があるはずです。何か集中して作業したり、旅の計画を立てたりしている時にスマホの通知が来る。LINE かなと思って画面を見る。内容は知人からの近況報告やニュースの共有。これ実はただの中断ではないんです。科学的な研究によると、一度切れた集中力が元の深い集中状態に戻るまでには平均して約23分かかると言われています。つまりスマホを気にしながら連絡の返信をしたりして勉強や仕事をしていると、あなたの脳はフルパワーを出せてない状態のままなんです。さらに深刻なのが承認欲求という目に見えない鎖です。相手にメッセージを送った後、どんな反応が来るかな、返信来たかなとついつい気にしてしまう。この返信の待ち時間の間、あなたの脳はずっとそれを気にしつつ他のことをやろうとするので、集中力が分散されてしまうんです。僕も最近経験したんですけど、一時期仕事関係以外で誰とも連絡を取らない期間を作るとめちゃくちゃ集中できました。つながりのノイズがなくなったからだと思います。で、ふと寂しくなって友人とのグループ LINE があって、そこでの会話を日常的に始めるようになると一気に集中力が落ちたんです。返信来てるかなとか、パソコン作業をしてても少しでも集中が途切れるとスマホを見てしまう。で、連絡を取り合っているとスマホは定期的にメッセージが来るものだと脳がより認識するので気になってしょうがないんです。これを直近で体験して、またつながりは最小限にしました。第2章、奪われる関係から高め合う関係への選別。第1章では人との連絡のリスクをお話ししましたが、この第2章では誰と関わるかの少し踏み込んだお話をします。一人の時間を大切にしようとすると、必ずそれを引き止めるような力が働きませんか？例えば、聞いてもいないアドバイスをマウント気味に言ってくる人や、終わりのない愚痴をこぼしてくる知人。このチャンネルの視聴者の皆さんは、真面目で成長意欲があって優しい方が多いと思います。だからこそ無意識のうちに他人の承認欲求を満たす役割を引き受けてしまっている可能性もあります。僕も経験あるんですけど、人の愚痴を聞いているとどっと疲れるんですよね。エネルギーを持っていかれている感覚がありますよね。ここでの問題は相手の性格がいいか悪いかではありません。人間関係の摩擦の根底には多くの場合、承認欲求、劣等感という強烈なエネルギーが渦巻いています。周りにこんな人いませんか？あなたの近況を聞きつつ、いつの間にか自分の話にすり替える人。相談という形を借りて、永遠と解決する気のない愚痴を話し続ける人。成長して集団から離れようとするあなたに、付き合いが悪いとか、変わったねと罪悪感を植え付ける人。こうした人と連絡を取り続けると、あなたの貴重な時間と精神的なエネルギーは、相手の欠乏感を埋めるためだけに消費されてしまいます。あなたが優しければ優しいほど、その構造は強固になり、自分の人生を歩むためのエネルギーを失ってしまうんです。もちろん人とのつながりも人生においては貴重な財産で、全ての人間関係を断つという話ではなく、大切なのは自分のリソースを投資する相手を賢く選ぶという視点です。今の自分にとって本当に必要なつながりとはどのようなものでしょうか？僕が考える自己成長における選ぶべき相手のポイントは5つです。1、目標やビジョンを共有し合える人。2、今何かに向かってチャレンジしている人。3、有益な気づきや新しい世界を教えてくれる人。4、自分の現在地を客観視して愛を持って伝えてくれる人。
5、承認欲求や劣等感に支配されずに自分軸がある人。こうした属性の人とのつながりは、むしろあなたの成長を加速させてくれます。逆に言えば、これに当てはまらない、ただエネルギーを吸い取られるだけの関係からは、一度静かに距離を置くと楽になります。大人のトラブル回避とは、相手を変えようとすることではありません。相手を変えることはかなり難しいので、避けた方が賢明です。大事なのは自分の大切な時間を誰になら共有していいかを自分で選ぶこと。つながる人を選別するという行為はあなたが本当に大切にすべき縁を際立たせるための戦略的な手段なんです。第3章、戦略的孤独の実践。成長を加速させる5ステップ。第1章では連絡のリスク。第2章では誰と関わるかの選定を話してきました。では具体的にどうすれば群れない人がスピード感を持って成長していけるのか。ここからかなり大事な5つの実践ステップを話していきます。ステップ1、情報の鎖を物理的に断つ。まずは環境づくりです。スマホの通知を仕事に必要な最低限以外全てオフにしてください。僕たちは無意識に誰かからの反応を待つことで脳のエネルギーを浪費しています。必要ない SNS のアイコンをホーム画面から消す。あるいはアプリを削除する。ゲームもやめる。これだけであなたの脳のメモリは劇的に解放されます。次に今連絡を取っている人の選別をしてください。選別の基準は第2章でお伝えした通りです。時間やエネルギーだけ奪われている関係の人は全て断ちましょう。僕の場合なんですけど、これから仕事が忙しくなるからまた余裕できたら連絡するとあらかじめ言っておくと相手に誤解がないようにできるのと連絡できない状態を先に作れます。ステップ2、集中期間と目標を宣言する。次に自分の中で期間を決めてください。おすすめはまずは1ヶ月です。この期間は自分を成長させる時間だと定義し、この期間で何を達成するかも決めましょう。時間がなくて読めなかった本を5冊読むことなのか、副業関連の情報集めをしてどれをやるかを決定することなのか、ジムに週2で確実に行くなど、今の自分に合わせた1ヶ月で達成できそうな目標を設定しましょう。このサイクルをやっていけると、どんどん期間や目標のレベルは伸ばしていけます。まずは確実な一歩目から始めることです。ステップ3、一人旅で脳を再起動する。環境を整え、期間を決めたら、ぜひ実践してほしいことがあります。それがこのチャンネルでもしている一人旅に出かけることです。なぜ自己成長のために一人旅行が必要なのか。それはあなたが日常で無意識に演じている役割を一度強制的に降りるためです。僕たちは毎日誰かの親であり、誰かの子供であり、会社の部下や上司、あるいは聞き上手な友人といったいくつもの顔を使い分けて生きています。この役割を演じ続ける限り、現実はなかなか変えていけません。その役割からの脱出方法が一人旅。誰もあなたを知らない環境に行って何者でもないただのあなたになる。この新しい環境に行くことで脳も自動的に再起動します。脳の再起動を経て日常に戻った時、あなたは以前よりもずっとクリアな視界で自分にとって本当に大切なものを選び取れるようになるんです。できれば国内よりも海外旅行の方が環境がガラッと変わって自分の常識が通用しないのでさらなる効果を発揮します。ステップ4、週6日の沈黙と1日の解放。頭では分かったけどつながりがなくなるのは寂しいし完全に立つのは難しいという方への現実的な処方箋です。月曜日から土曜日までは自分の成長に全振りする沈黙の期間。仕事から帰ってきての1時間、仕事に行く前の1時間のどちらでもいいので確実に自己成長の時間にする。そして日曜日だけを休息日にして思いっきり誰かとつながったり誰かに会ったり連絡を取ってもいいし、好きな動画や映画を見たりする。この戦略的なご褒美があるからこそ平日の集中力の密度は劇的に上がります。ステップ5、次なるステージの人、情報と接続する。孤独を経て自分軸が確立されたあなたにはもう以前のような不毛なつながりは必要ありません。空いたスペースにはあなたを加速させる新しい情報や志を同じくする人が自然と入ってきます。選ばれる自分から選ぶ自分へ。孤独や鍛錬というフィルターを通過した人だけが共鳴する質の高いつながりを手に入れることができます。その人たちは愚痴も言い訳も言わないし、今挑戦していることや未来の話をしてくる人です。ためになる情報、コンテンツ、思考が近いもしくは格上の人との接点を作る。具体的にはこのチャンネルのような自己成長につながる動画を見たり、読書をしたり、自分がなりたい人生をすでにしている人に会いに行き、話を聞く。
挑戦や努力をしている人たちが集まるコミュニティに入るなど、あなたの成長をさらに加速させてくれる新たな接続をしていきましょう。最後になりますが、今日一番伝えたかったのはテクニックの話ではありません。一人の時間を作るということは決して寂しいことでもなく、それはあなたがあなた自身の人生に対して誠実であることの証明なんです。僕自身は20代までは人と群れて生きてきました。一人の時間よりも誰かといる時間の方が長かったです。しかしその中では人生が大きく変わることも自分自身が成長することもそこまで変化はありませんでした。30代に入る時にこのままじゃまずいなと戦略的に群れないこと、様々な自分の成長を妨げる要素の断捨離をしました。そして孤独の中で自分と向き合い学び、何度も迷い悩みながらようやく本当の自分を見つけることができました。今は会社を経営しながら海外で自分の自由な時間を確保しつつ、今こうして動画を通してあなたに発信をできています。もしあなたが今言いようのない焦りや行き詰まりを感じているなら、今日の動画で話したことを実践してみてください。群れないことは寂しいことでもネガティブなことでもありません。その静寂の先にこれまで見たこともないほど強くて自由な自分が待っています。群れないだけじゃなく、群れない時間で何をするかが大事なんです。皆さんが一人の時間で出会った小さな気づきや今回の動画の感想などあれば、ぜひコメントで教えてください。このチャンネルではこれからも旅と人生にまつわる動画や世界の実業家たちのためになる情報、そして自己理解や成功法則を軸にあなたの人生のスイッチを押す発信をしていきます。ここまで見てくれているあなたはさらに自己成長できるすごい人です。共にいい人生にしていきましょう。最後までありがとうございました。ではまた次の動画で会いましょう。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。一緒に成長していきましょう。